おう、田中角栄だ。今日は AIVS 人間って話らしいがな。まず、はっきりさせよう。AI と人間は戦ってる暇なんかない。本当は AI 使える人間 VS 使えない人間の戦いだよ。勝負はもうそこなんだ。ここ数年で AI はとんでもない勢いで進化してる。文字だけじゃなくて、音声も画像も動画も扱える、自分で段取り組んで仕事するエージェントとかいう代物まで出てきた。昔の官僚よりよっぽど働くじゃないか。徹夜しても文句一つ言わんし、残業代もいらない。そりゃ経営者はニヤニヤするわな。だからといって、AI が仕事を奪うとビビってるだけの人間は、正直、国の足を引っ張る側に回る。俺は土方上がりで首相までやったがね、時代が変わるときに一番危ないのは技術じゃない。変化を怖がって何もしない人間だよ。技術はいつも怖がるやつと使い倒すやつ。この二つに人間を分けるんだ。ただな、AI を野放しにして、自己責任でよろしくなんて、そんな新自由主義みたいな話は大嫌いだ。俺が列島改造でやろうとしたのは、高速道路も新幹線も東京だけじゃなくて全国に通して、地方も都会も一緒に底上げすることだった。AI も同じだよ。東京の一部の IT 企業と頭のいい連中だけが重要な使い方をしたら、日本はじわじわ沈む。AI を怖がる前にまず聞きたい。お前ら人間としての仕事をちゃんとやってるかってことだ。AI にできることはいずれ全部 AI がやる。書類作り、会議の議事録、簡単な翻訳、定型的なプログラム、こういうのはどんどん機械に任せりゃいい。人間がやるべきは責任を取ること、決断すること、そして他人の痛みを想像することだ。AI には責任を取らせられない。失敗しても懲戒処分も選挙落選もない。だから最後の一戦、国のごこや人の人生がかかった判断は人間が引き受けなきゃいけない。そこから逃げて全部 AI が決めてくれたら楽だなんて言うなら、その国はもう終わりだ。技術に使われる側に落ちている。それともう一つ、AI を使う側と使われる側の格差だ。アメリカと中国は国家ぐるみで金と人材を突っ込んで AI を育てている。日本はどうだ。会議ばっかり立派で決断は遅い。規制するかどうかで何年も揉めてたら、その間に国際競争で置いていかれる。俺ならどうするか。まず国が腹をくくって AI は国民のためのインフラだと決める。道路や電気と同じだ。大規模な計算基盤も地方の学校や中小企業がただ同然で使えるぐらいまで整備する。 AI は一部のエリートのおもちゃじゃなくて庶民の道具にしなきゃ意味がない。今の議論を見てると AI で社会秩序が崩壊するとか言ってる大企業もあるがね、正直既得権を守りたいだけじゃないかと勘ぐりたくもなる。俺も金権政治と言われた男だからね、そのくらいの裏読みはする。情報を握ってる奴らほど新しい技術で独占が崩れるのを嫌がるもんだ。大事なのは AI を止めることじゃない。人間の側のルールと覚悟を整えることだ。例えば AI で仕事が効率化した分を全部会社の利益と株主に回すのか、それとも労働時間を減らして給料を維持して余った時間で学び直しを支えるのか。ここで政治学長を出さないなら存在価値がない。技術が進めば進むほど再配分の政治は重くなる。ここから逃げるなら国会議員なんかやめちまえだ。若い連中に言っておく。 AI に負けないスキルを持てなんて生ぬるい話じゃない。 AI をこき使える人間になれだ。 AI に指示を出して結果を評価して責任を取る。そういう人間がこれからの現場のリーダーになる。プログラミングができるかどうかより何をやらせるかを考えられるかどうかの勝負になる。そして大人たち、特に政治家と経営者、 AI を口実にリストラして教育投資もせず世界が厳しいから仕方ないで済ませるなら、それは無能の言い訳だ。技術のせいにするリーダーほどみっともないものはない。技術は人を幸せにも不幸にもできる。どっちに振るかを決めるのはいつだって人間の側、しかも権力を持っている人間だ。人間が主役でなければならん。これは AI 時代でも同じだ。だが主役とはふんぞり返って座ってる人のことじゃない。一番汗をかいて一番責任を負って一番叩かれる覚悟を持っている人のことを言うんだ。 AI を恐れる国は沈む。 AI をこき使いながら人間の尊厳と生活を守る知恵を出せる国だけが生き残る。俺ならそういう勝負を仕掛けるね。君たちはどっち側に立つ気だい。